どうも、生物観察のオリです。オリです。オリです。今年も夏が終わってしまいましたね。夏が終わってくると、セミの死骸が落ちてたりしますよね。なんかもうセミがね、コテンと死んでるんですよ。セミファイナルとか言って、なんか生きてるセミが、落ちてて死んでるのかなって思ったらね、生きててうわってなることありますけれども、もう最近はね、ガチファイナルが多いですね。このセミももう死んでおります。これはクマゼミというセミですね。クマゼミという日本で最大のセミです。もしかしたらね、長さはタケオツクツクの方が長いね。タケオツクツクの方が長さは長いんですけれども、重さとか質量で言ったら、やっぱクマゼミが日本に生息しているセミで最大でしょうね。この個体はメスですね。メスは発音器の共鳴板が発達していなくて、でお尻の方にね、なんか産卵管があるので、なんか特有の形ができてるんですよね。こう、ぷくってなってるんですよね。これでね、オスメス簡単に見分けることができます。大体どのセミもね、発音器がちっちゃくて、お尻の先にね、なんか構造があったら、もうそれがメスですね。表側はこんな感じです。つい2週間ほど前まではもうシュワ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 ってシュワ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 ってね、めっちゃね、うるさいぐらいね、いっぱい泣いてたんですけど、今はもうほとんど泣いておりません。このようにね、もう命を終えて死骸になってしまってるんですね。ところで皆さん、セミの中身どうなってるか気になりません？気になりますよね。せっかくなのでね、この命を終えてしまったセミの亡骸を使ってね、セミの中身観察してみましょう。もう夏休みは終わってしまいましたけれども、ちょっと遅めの夏休みの自由研究ですね。それでは早速真っ二つにしていきましょう。ちょっとメスではやりにくいかな。どうだろうな。ちょっと待って、こっち。ちょっと、メスだとやりにくいな。やっぱこういう場合はね、一思いに包丁でざっくり割ってあげた方がいいですね。やっぱメスよりも包丁ですよね。虫真っ二つにするんだったらやっぱ包丁ですね。大型の昆虫はやっぱ包丁で真っ二つにするのが適しています。これは私が愛用している関孫六のステンレス包丁ですね。いろんなものを切っておりますが、クマゼミはまだ切ったことがありません。この死骸はまだ新しいですよ。死後硬直があんまり進んでなくて簡単に足が動きますからね。新しめの死骸です。よしよしよし。よし。はい、ちょうど真ん中の線に刃が当たりました。それではいきますよ。うわっピキッ、ミシッと言いましたね、ミシッと。よし割れた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 。よし割れうわうわこれがクマゼミの断面ですよ。こうなってるんですね、セミの断面は。わかりますかこれ。やっぱり胸部にはムッキムキに筋肉が詰まってます。羽を動かすための筋肉がね。で、ここら辺に脳があるのかな、脳が。おそらくね、この辺に脳があると思います。昆虫の場合はね、神経系がこのお腹側を通ってるんですね。お腹側にね、神経があって、で、おそらくここに脳があると思います。この白いものは何でしょう？これ脂肪かな多分。その場合はね、ここに筋肉のなんかぶっとい柱みたいなのがあって、それで共鳴できるようになってるんですけど、メスはね、鳴かないので、そのような筋肉は発達していなくて、脂肪がありますね。おそらくこの脂肪はね、卵を作るための栄養だと思います。でもほとんどなくなってますね。もう卵を産んでしまった後なんでしょうか。で、ここら辺がね、おそらく卵巣とか生殖器官ですね、ここが。このぷくってやった構造体の中ですね。この中卵巣になってて、で、この辺に産卵管があるんでしょうね。これ。これが産卵管です、皆さん。産卵管。産卵管がこう生殖器につながってますね。なるほど、よくできてる。ほら見てください。この中身なんかシーチキンみたいですよね。筋肉なんでね。シーチキンみたいです。ほら。わかりますか？これがセミの断面ですよ。こうなってるんですね、セミの断面は。えぐ。見てください。見事に真っ二つにセミが割れてますね。見えますか皆さん。これがセミのメスの中身ですね。
メスはね、お腹に栄養蓄えてるんですよ。多分メスのセミ食べたら美味しいと思いますよ。ちょっとこれはね、鮮度が怪しいんで、コオロギの餌にしましょうかね。私、ペットの餌用にコオロギ飼ってまして、やっぱコオロギも栄養つけさせてあげたいのでね。ですから、このセミさんの中身はコオロギちゃんに食べさせてあげましょう。絶対食べると思うんで、美味しいと思いますよ、これ。絶対ね、コオロギも美味しい美味しいって言ってね、食べてくれると思います。見てください。ほら、なんか赤みがかってますね。ぼやけた。皆さん見てください。胸部の筋肉。これ、繊維ですよ。筋肉の繊維がね、こんなみっちみちに詰まってるんですね。なんか赤身みたいですよね。マグロの赤身みたいです。うわこの辺の白いのは何なんでしょう。これ神経じゃねえぐ。これ脂肪ですよ。しっかりブリッブリに詰まってますね、脂肪が。見てください。多分ね、これ神経ですね。この細いの。で、ここが神経節ですね。昆虫ってね、体節ごとに神経節って言ってね、神経のなんか玉みたいなのがあるんですよね。体節ごとにね、神経の中枢みたいなのがあるんです。いわば、節ごとに生きてるんですね。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 虫ってね、頭もいでも、なんかしばらく動いてたりするんですよ。それはね、やっぱり、節ごとに生きてるからなんですよね。人間の首切り落としたら、もうね、その首から下って絶対動かないじゃないですか。それ人間はね、神経が頭部に集中してるからでね。ですから、もう首切っちゃったらね、もうそれ首から下はね、全然動かなくなるんですけれども、虫さんの場合は、神経の中枢が体節ごとにあるので、それで節ごとに生きてるんですね。ですから、もしこのクマゼミの頭をもいでもね、しばらくはクマゼミ動いてると思います。見てください。なんか美味しそうだな、これ。これ絶対コオロギのいい栄養になるよ。ではちょっとこれコオロギちゃんに与えましょうか。喜んでくれると思いますよ。本来だったら私の食料になるところなんですけども、これね、拾った時にはもう完全に死んでてアリとかたかってたんですよ。ちょっと鮮度が怪しいんで、今回はコオロギに与えましょう。このヨーロッパイエコオロギは雑食ですので、もちろん虫の死骸も食べます。死んだ仲間の死骸も食べちゃうんですよね。ですからもちろんこのセミの死骸も食べちゃうわけですよ。このセミの死骸ね、多分喜んで食べてくれると思いますので、真っ二つに割ったセミ、やっぱ真っ二つに割らないとね、このセミの殻が結構ね、硬いんですよ、クマゼミ。殻が硬くてね、食べにくいとは思うんですけど、私がね、さっき包丁で真っ二つにしたんでね、このね、断面から食べたら、綺麗に中身食べることができると思いますので、それでは投入しましょう。さあお食べ。